ハロー、こんにちは。若葉葵です。今回はネザーに行こうと思います。装備が貧弱なものしか用意できないので、今回はネザーラックとソウルサンド、グローストーンとネザー水晶を主に目的として探索したいと思います。まず、火打ち石と石金を作ります。まず、火打ち石と鋼鉄インゴットです。で、火打ち石と打ち金ができます。念のため、道具を作っておきます。原木を並べて、ヘルメット、チェストプレート、ブーツ、レギンスができました。空中に出ないように祈りつつ入ります。空中ではないですね。まずポータルの保護をしましょうか。ネザーオレで追加される鉱石は普通のツルハチで採掘するとゾンビピックマンが敵対したり爆発したりするので、シルクタッチ付きツールで採掘することをお勧めします。
ネザーに30分ほど潜ってきました。途中で何度か危ない目に遭いましたが、なんとか生きてます。これだけ宝石を集めたので、しばらくはネザーに行かなくても大丈夫でしょう。前回の溶岩るつぼの作成からやりたいと思います。まず鉄鉱石とフェロース鉱石を溶かします。鉄とフェロースが溶けると溶融インバーになるので、これでギアを作ります。レッドストーンブロック1つ、鉛インゴット4つ、ガラス4つで鉛石エネルギーセルフレームができます。金インゴット1つ、レッドストーン2つで、レッドストーン受信コイルができます。基本マシンフレーム1つ、ネザーレンガブロック2つ、インバーの歯車2つ、レッドストーン受信コイル1つ、鉛石エネルギーセルフレームが1つで、溶岩るつぼができました。ついでにガラス8個でタンクを作っておきます。溶岩るつぼを使ってみます。まず溶岩るつぼを設置したら、横か上などにタンクを設置しておきます。で、基本設定を開いて、ここですね。このタンクの色と、先ほどの設置したタンクの色が合うように設定します。こうですね。ここが機械の上になるところなので、このオレンジ色とこのオレンジ色の部分が一致します。レッドストーンを溶かして液体にしてみたいと思います。まずレッドストーンを置きます。溶けたレッドストーンは一旦機械のタンクに入って、この入った液体がここに入るんですね。溶かした液体は他の金属と掛け合わせて新しい合金を作ったりすることができます。溶岩るつぼができたので、次は液体検知器を作ります。バケツ1つ、基本マシンフレーム1つ、ガラス2つ、レッドストーン受信コイルが1つ、カッパーギアが2つで液体検知器ができます。この機械は容器から液体を取り出したり、逆に容器に液体を入れるときに使います。IC2 の粉砕機にあたるマセレーターを作っていきます。砕けた黒曜石3つに丸石2つ、ベーシックマシンケーシング1つ、電子回路1つでマセレーターができます。この粉砕機はグローストーンがしっかり4つになって還元されます。破砕機でも同じことができるのですが、こちらは確率で3つになったりするので、こちらの方がいいですね。リサイクラーを作ろうと思います。まず、コンプレッサーを作ります。コンプレッサー1つに鉄インゴット2つ、土が3つ、グローストーンダストが1つで、リサイクラーができます。このリサイクラーというマシンはいらないアイテムを入れておくと、スクラップというアイテムが確率で生成されます。だいたい8分の1の確率でスクラップが1個生成されます。エキスパートモードだと原木1つから木材2つしかできないので、製材機を作りたいと思います。
機械の作成に使うフレームは基本マシンフレームでもいいのですが、将来的に副産物を増やせるアップグレードをしたいので、増強マシンフレームを今回は使っていきます。まずレッドストーンを溶岩るつぼで溶かします。溶けたレッドストーンを乾式精錬炉に入れて、銅と銀を溶かします。レッドストーンと銅と銀が合わさってシグナルムができます。シグナルムでシグナルムの歯車を作ります。レッドストーン6つ、金のインゴット3つで金の回路基板を作ります。レーザー加工台でダイヤモンドとレッドストーンを加工してダイヤチップを作ります。砕けた黒曜石2つ、デンスプレート1つ、回路基板1つ、シグナルムの歯車1つ、ダイヤチップ1つで増強マシンフレームが作れます。製材機を作っていきます。まず鉄の斧を作りまして、鉄の斧1つ、マシンフレーム1つ、カッパーギア2つ、レッドストーン受信コイル1つ、木材2つで製材機ができました。これで原木1つから木材6つが手に入るようになりました。木材を増やすための製材機を作ったので、今度は棒を増やすためのブロックカッティングマシンを作りたいと思います。まず鉄ブロックからシャフトを作ります。次にコイル2つ、鉄インゴット1つ、鈴のアイテムケーシングを2つ使ってエレクトリックモーターを作ります。これを2つ作ります。鉄のプレート3枚、青銅プレート3枚、鈴のプレート3枚でミックスドメタルインゴットを作ります。作ったミックスドメタルインゴットをコンプレッサーにかけます。するとアドバンスドアロイができます。石炭16個マセレーターにかけます。コーラルダストができたので、コーラルダスト4つをクラフトして、ローカーボンファイバーを作ります。ローカーボンファイバー2つをクラフトして、ローカーボンメッシュを作ります。作ったカーボンメッシュをコンプレッサーにかけます。するとカーボンプレートができます。鋼鉄のプレート4つ、カーボンプレート2つ、アドバンスドアロイ2つ、ベーシックマシンケーシングでアドバンスドマシンケーシングができます。レッドストーンを加工して赤石チップを8個作ります。サーモニックファブリケーターでラピスラズリが5個、レッドストーン2つを使ってラピスラズリの電子管を作ります。ラピスラズリの電子管、赤石チップ2つ、シグナルムナゲット4つでベーシックキャパシターができます。これを2つ作ります。電子回路、金の電子基板、赤石チップが4つ、ベーシックキャパシターが2つで発展回路ができます。発展回路、アドバンスドマシンケーシング、シャフト、エレクトリックモーター2つでブロックカッティングマシンができます。機械に取り付けるブレードを作ります。石1つにアイアンプレート8個でブロックカッティングブレードができます。機械を設置したら先ほど作ったブレードを
この部分に設置します。この機械を作ると、木材2つから棒6つが生産できるようになります。次はマンドレイクを作っていきます。小麦と水あざみです。マンドレイクができました。次はトマトを作ります。スイートポテトと人参で作ります。トマトできました。翡翠卵を作っていきます。ポピーとタンポポでできます。翡翠卵ができました。次は豆を作っていきます。じゃがいもとかぼちゃでできます。豆ができました。次はお米を作っていきます。ライ麦とサトウキビでできます。米を作るときはウォーターパッドにしてから支柱を立てます。お米ができました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。